やっほー、シャールです。今日は板橋区立美術館に行ってきましたというお話をしたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、板橋区立美術館行ってきました。ちょっと遠かったですね。電車で、東京大手町から40分ぐらい、35分だったかな、かけて西高島平駅というところまで行きました。都営三田線の終着駅です。35分最初遠いなって思ったんですけど、実際乗ってみたらそこまで遠くは感じなかったですね。ちょっと電車の中で本読んでたら結構すぐ着きました。それでそっから10分ぐらい歩きます。これも結構大変かなって思ったんですけど、意外とサクサクっと着きましたかね。で、西高島平駅なんですけど、まず何にもなかったですね。特に外食店で唯一あったのがパチンコ屋、スロット屋がありました。あれは結構ありがたいと言いますか、実はシャル喫煙税なんでおタバコが吸える場所があるってありがたいですね。そこから歩いていくと、その前に公園があって、でその先に美術館がすぐありました。迷わず行ける感じですね。で、今回行った目的がこれです。シュルレアリスムと日本、絵を見に行きました。シャル前回か前々回の時に別の美術館行ったんですけど、その時にいいなって思った絵がそのシュルレアリスムだったらしく、ちょっとこれ合うんじゃないかと思って今回遠出して行ってまいりました。シュルレアリズムって何なのっていう説明は省きますというか、シャルもよくわかんないんで説明はできないですね。無意識がどうこうっていう、シャルは素人なんで語れないです。で、電車移動からその美術館に入るまでで、美術館の中もなんですけど、メイクして行ったんですけど、特に何事もなく平穏に見ることができましたね。なので一人で行くの全然問題ないと思うんでおすすめです。で、チケットが入場料650円かかりました、一般で。で、最近シャル美術館に行くようになって一個気づいたことがあるんですけど、美術館で絵を見ると結構ストレス発散になるんだなっていうことに気がつきました。これは何でしょうね。非日常感的なやつなのかもしれないんですけど、そう考えると別にその絵に詳しくなくてもなんとなくいいなってポケーっと見てるだけでストレス発散になるんなら、逆にその650円なんて安い方なんで、結構リーズナブルな趣味なんじゃないかっていうことに気がつきました。またレベルが上がった気がしますね。で、シャルは最初は説明とか一切読まずに一通りまず絵をパラパラっと見て、気に入った絵をちょっと頭に留めておいて、で2周目でその絵をじっくりと見てました。で、そこからちょっとずつそのタイトルとか説明を読んだりで、今回のこのシュルレアリスムと日本っていうイベント展示なんですけど、壁に100年近く前ぐらいからの歴史がですね、結構説明があったりとかして、後半はそれも読みながら見回ってました。なので歴史を感じるなっていうのもあり、
滞在時間はシャルは1時間ぐらいだったんですけど、十分なんか充実感が得られた気がしました。結構ちょっと感覚的なものが多いんで、説明が非常に難しいんですけど、行ってよかったっていう感じはありますね。で、美術館のそういう意味での良さっていうのが、時間に縛られないっていうのがあるので、例えば映画館ですと2時間近く拘束されるじゃないですか。途中で抜けると結末がわかんないし。とか、そういうのもないので、その辺もちょっと気軽に行けるんじゃないかなって思います。なので、シャルみたいに全然絵に詳しくないよっていう人でも、普通に楽しめると思いますし、全然デートスポットとして行ってもらっても構わないですし、シャルみたいにメイクして一人で行っても全然問題ないです。むしろ気に入った絵をずっと見てられるっていうのも考えると、逆に一人で行った方がいいかもしれないですね。やっぱり2人以上だと気を使っちゃうし、時間も気にしちゃうしっていうことで、シャルはソロ活をおすすめする立場でお話ししております。みんなでソロ活を楽しみましょう。というわけで、板橋区立美術館にストレートで行って、美術館中見回って、で、そのまま直通で帰ってきました。外食もしてないし、他のところも何も見てないし、本当に美術館に行って帰ってきただけですね。それくらい1時間ぐらいで1日分の充実感を得られたと思うんで、結構いい感じかなと思います。このシュルレアリズムと日本は4月14日で終わっちゃうんですけど、この動画出てる時も終わってるような気もしますけど、板橋区立美術館ぜひ行ってみてください。ちなみに土曜だったんですが、結構人いました。そんなわけで今回のお話は以上になります。チャンネル登録、高評価良ければお願いいたします。じゃ、またねー。